こんにちは、こんばんは、おはようございます。おやすみなさい。猪狩周平です。ゆうじです。あしです。変人です。本日はテレビとか雑誌では絶対聞けないインタビューでございます。そしてなんと、今日のゲストは横山健さんでございます。ケン横山のギターボーカルの横山健です。やばくないですか？激ヤバっすね。なんでやねん。なんでやねん。何がやねん。めちゃめちゃ下手くそです。ケンさんの本当関西弁だけ一向に上達しない。なんならメンバーに関西人もいたのにね。そうですよね。そうもうバンドやってると関西の人とかいっぱい友達になるけど、はいはい、なんかねダメなんですね。だからやっぱ関西人マインドがないんだろうね。結構ね、俺にも喋ってくれるんですけど、もう100発100中で間違ってますから。そうなんならさ、メール打つじゃない、はい、その文字がもうおかしいんでしょ。おかしいです。あれ狙ってないんですか？狙ってないよ。いや一応さ、まあここなんでやねんで締めたら面白いかなとか思ってそれで最後なんでやねんねで文面終わるんだけど、はい、なんかほんとケンさん最悪っすみたいな下手くそすぎて最悪っす。そう、サービス精神がね全く裏目に出てる。いやでもほんま YouTube 出てくれてありがとうございます。いやいや、こちらこそ読んでいただいてありがとうございます。 YouTube とか見ます？いやこれが俺ビンビン見るのよ。YouTube ビンビン見るの。そうなの？大阪の大家族の10人お父さんお母さんいるでしょ。お父さんお母さんで子供が9人いんのもう。で今ね10人目を5回人中なの。だからお母さんがいかに夫婦入れて10人前の料理を素早く作るかっていうのがね、その手際の良さが話題になる。ところがさ、俺料理全く興味ないんだけど、なんか見ちゃうんだよね。なんでなんやろうね。しかも、意外すぎる YouTube 見てますね。ほんまに。で俺が見始めた時はまだ8人だったのに。熱いなこの話。で9人目が生まれて、でそんな見たらさ、もう俺の子みたいに感情移入しちゃう。いやおかしいそんなことないから。俺 YouTube の仕組みって分かんないんだけど、登録者数が多かったりとか再生数が多いと収益になるんでしょ。なります。再生数やと思います。再生数？登録数じゃないんだ。再生数と多分その再生時間やと思います。ああ、なるほどね。そっか、じゃあ無駄だったな。チャンネル登録してはるやん。そう少しでもね、少しでも収益のもう1円でも2円でも。なるほどなるほど。でもね、ご飯作ってとかメインだったじゃない。ちょっと待ってください。ちょっと待って、違う話聞きたい。もうこの話これだけで終わりそうな。やばい。違う話いっぱいあるの。あとはまだあんの。あとはよくさノーブラで散歩してる人の動画とかあんのよ。乳首がちょっとそうわかるでしょ。そうもうそういうのはね見ちゃうね。それはめちゃくちゃわかります。もうその話いいですか？その話もっと欲しい。もうねめちゃめちゃ質問来てますから。はい、わかった。えぐいわこのペース。やばい。今日は我々が考えてきた質問とお客さんにあらかじめ質問を募集した質問と両方ありますんで、それにお答えいただきたいなと。結構突っ込んだ質問もありますんで。いや余裕よ。マジですか？答えらんないことないもん。ほんますか？ほー。それちょっと今乳首の話があったんで、好きなフェチ教えてください。フェチ？はい。好きなフェチ？これケンさんに聞いてるインタビューと思えないんだけど。一問目しかも。要するに女体って言いそうになっちゃう。女性のどこにビンビン来るかでしょ。そうです。そのフェチをね。そういうことです。それね結構ねよく話題にもなるしね。真剣に悩んでいまいちそのフェチがね分かんないの。これ無条件で好きっていうのはないかな。あ、そうなんですか。いやなんかこう自分で言うと、やっぱちょっとエッチなやつを見るときに、どうしてもこのカテゴリー見ちゃうなみたいな、ないですか？無修正。いや無修正だったら誰でもいいわ。
なんか俺足でされるのとか好きで喜んでるなこれこれでしょ。そういうことですそっか。そうか、案外ないな俺フェチは。フェチないですか。ということでないっていうことですけど、ちょっとこれでいいんかなインタビュー。いいんだよ。聞いとんねん。これでいこう。でも真面目なのもたくさん。真面目なのなんていいよ、やめようとかいいよ。そんなやめとこうよ。もし誰でも誘えるバンドを組むとしたら、誰とどんなバンドをしますか。別にないな。そうか別にない。夢が一つだけある。そのバンドじゃないんだけど、一度ヒロトさんの脇でギター弾いてみたい。うわー、なるほど。俺でもね、そんなことは思ったことなかったんだけど、俺好きなボーカルがヒロトさんと、あと宮本浩次さんだよね。で宮本浩次さんとやってみて夢が叶ってさ、でこれだったらやっぱヒロトさん、うわーすごいな。一曲でもいいからなんかやってみたいなっていうのはあるな。どんな形でもいいんだな。想像するだけでやばいですね。でもそれでバンド組んでみたいとかそういうのはあんまないかな。好きなプレイヤーとかって、まあもう家帰ってさ 1,2 時間考えりゃそれは出てくるよ。でもベーシストドラマーでこれでどういった音楽性でいこうっていうところまで考えないとなんかあんま口にしたくないの。まあそうですよね。確かになんかその遊びで誰かの曲を弾いてみるとかそういうことはあるんですか。あるよ。あるよだってあるでそれそれ合うてます。本当初の当たりだね。家でよくそれこそ流れてくる音楽とかさ、そういうのに合わせて、こういうコード進行になってんだ、ちょっと思ってたのと違うなとかね。なるほど。じゃあもうそれはもう普通にギター弾いて、それ楽しんでる時が家でも普通にあると。そうじゃあ結構スタジオとかライブとか以外でもギターを弾く。そうだね。弾かない時期もあるんだけど、弾き始めると結構さあ今日は何弾こう。そうなんや。それで一日終わってくぐらいの感じ。そんな感じですか。すごい。俺も一切弾かないの。そうなの。はい。その割にはうまいね。いやありがとうございます。もうなんか練習ができなくてとにかく。そう。いや練習だと思うとできないよね。練習なんてつまんないもん。本当。ただやっぱそれが自分の趣味だと思うと、例えばさ今日これ聴いたピアノの曲をちょっとギターに移し替えてどうなるかなっていうのを。なるほど。そういうこととかを家に帰る道でよし今日は曲やってみようとか。それ楽しいですね。それちょっと俺もやってみようかな。で結果それが練習になってるんだけど、練習だと思ってやることは続かないよね。なるほど。我々スポーツマンじゃないし、やっぱね。ということでした。今一瞬まだ喋るんかいみたいな。全然そんな言ってません。僕いつまでもケンさんの話聞いていたいですから。緊張してますから。なんてやねんそれ。下手くそやわ。全然あかん。これちょっとすごい下水んですけど、答えれなかったら全然大丈夫なんですけど、最高年収または月収を教えてくださいっていうのがあります。バンドマンのさ月収は難しいよね。難しいですね。バラバラっすね。そう。年収はね。おっと。年収は結構まあ。おっと。まあ億はある。これ使っていいんですか。いいよ。すごい。最高年収でしょ。最高年収。だってそれが毎年あると思われるわけじゃないもんね。最高年収です。今なんかもうお金なくてチンチンですよ。絶対嘘。それはない。
億あると。億の年収あったね。ってことは1じゃないもん。1じゃないね。そうやね。つけるとこ億のところにつけるんかな。そうやね。例えば10万未満のさ買い物とか日用品とかさ、ちょっと家のものとかすっごいうるさいの。なんだけどそれより高くなると物がいくらだったかとか忘れちゃうんだよね。ロックスター。すごい。すごい。結構ね、いやすごいだろうって感じじゃなくて、悲惨な金銭価格。そういうことですよね。そう。確かに。でも皆さんこれやっぱ夢あるんですよ。じゃあなんか俺バンドマンあんまり稼げないぞみたいになんか世間が割と思ってると思うんで、俺そう思われるのは尺なんですよ。まあその普通に頑張ったら普通にいい感じにはなれるよっていうのは割と YouTube で言いたくて、これはもう来たね。来たね。みんなバンドやった方がいいよ。いや今はねまた随分お金の入り方変わってきちゃってるじゃない。サブスクとかが始まって、なかなかしんどい面もあるかもしれないけど、まあそんなのはね時代に合わせてさ若い子がその感性でうまくやりゃいいことで、まあ夢も金もあるよね。おお最高。あとまあこれは個人的な意見ですが我々は6人ですけど本当に3人でやった方が儲かります。そう倍だからね。これは本当なんで皆さん3ピースおすすめします。本当に。だからハイスタはえぐいですよやっぱり。えぐいですよね。えぐいですよだって。えぐいですよね。ですね、これは俺の質問なんですけど、この間ですね、立川のステージガーデンで、ケンさんがライブがあった時に、俺のモデルのギターを弾いてくれたと、いう話を聞きましてですね、これ本当にどうだったですかっていうのを本当正直な話聞きたいなって。俺はもうとてつもなく嬉しかったです、とにかく。いやすごく弾きやすかったし、でエンジニアもいい音だって言ってたし、お客さんも喜んでたっぽいね。マジっすか？嬉しい。もうちょっと自分がギター始めた時の想像からしてもありえない世界線なんですよ。この間ゼップ羽田でライブした時に、ギター音いい感じやんっていう話からこういう話になったんですけど、そのギターの時の音がいい感じだった。そう、めちゃくちゃ良かったね。羽田の時ギターの良さ、それからアンプの良さ、他の機材の良さ、あとエンジニアとの相性の良さとか、もういろんな要素があるけれども、やっぱ俺ギターに目がいっちゃうんだよね。でもそのギターがきっといいんだってやっぱ思っちゃうわけ。でライブ終わった後にもうお疲れ言う前にギターの音ええな、ギターの音ええな、ええな、ええな、へったくそな関西弁で言うてくれてめちゃめちゃ嬉しかったんですよ。ほんまにちょっと直接言ったことあるかどうかわからないんですけど、ケンさん憧れで始めてますんで。そうなの？そうですよ。それってめっちゃすごいやん。上手じゃないな。なんでな。いやだってあれでしょ、俺が憧れたギタリストが俺のシグネチャーモデルを音いいなって、でそうですよ。1本じゃあ1本プレゼントします知ったらそれをステージで使ってくれたってことでしょ。そうです。へえ、それすごいね。すごいね。いやそれすごいねって起きてるんですよ。いやほんまに、俺結構ギター始めるの遅くて、ほんま高2とか高3ぐらいでそれまでドラムしてて、ああそうなんだ。でその辺でオリジナル曲作らなあかんやんってことに気づいて、ギターやんってなって始めたんですよ。それがもうもうドラムの時に完全にハイスタで。そうなんだ。そうなんですよ。じゃあ元は常さんだ。いやーまあハイスタです。あの時はその前にごめんちょっと話それちゃうけど、誘ってくれて本当嬉しかった。いやありがとうございます。いや嬉しいです。こんなコロナ禍でさ対バン誘われることっていうのがさ、もうなくなっちゃってたのね。猪狩が誘ってくれたのが嬉しくて、でも正直予定が他のイベントとかが入ったからちょっと
待ってもらっちゃったんだけど、これはもうでもやっぱその嬉しいんだったらやるっきゃないでしょ。いやこういうのを逃すと僕たちは人としてなんかどうなのって感じになって、これなるなって。それはもうめちゃくちゃ嬉しいです。結果やってめちゃ楽しかったし、でお土産にギターももらってお土産じゃないんだけどね結構ステージ上でギターを特会引っかえするんだけど、そうですよね、何とかっていつも考えるの楽しいんだけど、そこに食い込んでくるとやったねー、めっちゃ嬉しい嬉しい、いや弾きやすいし、でもこれはねすげえ面白いなと思ったんだけど、仕様がね、もう独特なのね。そうです。そうすげえ面白いの。そうです。あれはシリーズがさ、ほら上級中級入門級みたいなのあるじゃない ESP って、真ん中のとその下のビギナー向けのラインはちゃんと配線されてんでしょ。そうですね。ところがその ESP っていう本丸から出してるいわゆる最上級のモデルは、これはそれをもらったんだけれども、猪狩と同じ仕様になってるわけ。そうですね、でピックアップセレクターって、ピックアップって音を拾うとこが2つついてて、でそれをセレクトするボタンっていうスイッチがついてるのね。でそれがねダミーなの、まず効かないわけ。そうスイッチはもう完璧にダミーで、このボリュームとトーンって普通分かれてると思うけど、トーンの方はもう常にマックスに設定されてて、トーンのスイッチを引っ張るとフロントが鳴る。あれめんどくさいですか？そういや使い方自体は簡単なんだけど、考え方がめんどくさいなこれ結構ザ・猪狩って気がして、なるほどここのパーツはかっこいいから取っときたいみたいな、そういうことでしょ。そうです。そう見た目は置いときたいんですけど、スイッチに手が当たって弾きにくくなるっていう感じがある。ケンさんのシグネチャーモデルももうガムテープ下にベッってなってるじゃないですか。まあ結構容量っていうか、で俺一回ライブで使って音良くて今後もライブで使えるってなったら普通の配線にしてもらおうと思ってるのね。そうでちょっと来年あたりそれを修理して修理言うてもうてるからまあもう気に入らんかったんかい。いや気に入らないことは全然ないよ。それはもうだって真の猪狩ファンだったら猪狩さんと同じ仕様がいいわけでさ、もうねもうそれでしかないじゃない。でも俺じゃあ自分のライブでやるときはもうちょっとこういう音も欲しいから、修理ってすごいごめん。全然大丈夫。もうそれで弾いてくれるってだけで嬉しいですから。だってそうやってもう一回改造し直して嬉しいです。ありがとうございます。いやできれば俺のシグネチャーもじゃあ今度プレゼントしようかなと思って。おお、マジっすか。あら、激アツ。いや俺ちょっとめっちゃ弾きたいね。来たね。めちゃくちゃ弾きたいですね。そうもうライブではさ弾かなくともなんかレコーディングとかコレクションの一部としても持っといてほしいな。ライブで弾いてみたいな。あいいね。自分のライブでレスポールで登場したことはないので。本当？ないです。エクスプローラーしかない。とにかくそのケンさんと被ってはいけないっていうそのマインドがあるんで、好きゆえのですけどもうでもケンさんからのギターやったら弾いてもいいよな。おい詩的な感覚っていうか、なんかそういうさそれぞれのシグネチャーをさ弾くってさ、案外こうなんかシグネチャーってファンが買うものみたいなさ、なんかそういうなんとなく無意識の、俺例えばさじゃあ他のギタリストがクラプトンモデルのブラッキンっていうストラト、市販されているものを好きで弾くように、いろんな人のシグネチャー俺は弾きたいと思うさ。で特に日本人の自分の身近なギタリストがシグネチャーなんか出したら
あ俺それ一緒になって弾きたいわってやっぱ思う。これだってこれ YouTube 見たら俺のもって絶対言われると思う。あ弾いてくれって弾いてくれ。あじゃあそれは書類選考から始めるまずどこの誰かいや俺さ千葉くんがグレッチで出したのだって、弾こうと思ったけど売り切れちゃってなくなっちゃったからね。ああそうなんですね。そうそれも弾く気があったんですね。もうもっと来たいと思って。千葉くん大好きだからさ。すごい。そうで猪狩モデルがまんまとゲットしてちゃんと名前をつけました。イガリンっていう。安直やな。ケンさん名前つけてますもんね。そう一本一本名前つけてるね。イガリンですか。そうイガリン。いや安直やけど嬉しいなそれ。だからレコーディングでさもしさちょっとこのギターじゃないなイガリン取って。めちゃくちゃ嬉しいですね。いやありがとうございます。いやこちらこそ。ちょっと次の質問いきますか。はい。ケンさんが実際に会ったことある人の中で一番テンションが上がったのは誰？テンション？はい。やっぱ矢沢永吉さんかな。なるほど。一番初めてお会いした時29で俺でまだ若かったし。今じゃね俺誰と会っても緊張しないのね、なんだけどやっぱすごく緊張したのを覚えてるし、わ本物だってね思ったのを覚えてる。いやそうですよね、その年齢の時に会ってるってことですもんね。そうどうやって会うんですか？雑誌の対談で初めてお会いして、もう矢沢さんが俺がさピザブレスレコーズっていうのを始めたっていうのを聞いて、インディーズって今どうなんっていうね質問攻め、2時間質問攻め、若いやつのやり方を聞いて、で自分が過去どうだったかっていうのを照らし合わせてすごいこうなんていうかな形は違えど一緒な似たような走り方してんだねみたいな。なるほど、そうやってさらに自分をまた作っていくっていう感じなんですね。だから好奇心旺盛ですごいなと思った。そういう感覚なんですね。俺だって今の若い子にさ「ねえねえどうなの?」ってやっぱ聞こうとは思わないもん。あ、そうですか。こういう音楽の世の中になってどうとかさ、俺はそこまでガッツ湧かないっていうかじゃんとかそれで済ませちゃう。どう今の俺。今の良かったです。こいつらの活躍がすごいとか、ちょっと嫉妬しちゃうとか思える後輩バンドっていますか？嫉妬はねあんまないんだよね。俺嫉妬だらけなんで。あ、そう。なんかもう全然活躍してなくても自分より歌がうまいとか、だからそういうのはねもうそれだけで嫉妬しちゃう。バンド単位でそういう目覚ましい活躍してて、そこに対する嫉妬はないけど、すごいよねっていうのはある。やっぱりやっぱあるんだ。ただ逆になんでこいつらのどこがいいのっていうのもあるけどね。ちょっとその辺は一回ストップしときます。溢れ出そうなんで、ちょっと僕らが受け止めきれないので急にスピーディーに一回やめときましょう。インディーズの良さを教えてっていう質問も来てるんです。インディーズの良さね。でもさインディーズの良さなんて正直もはやないよね。今はどうなんでしょうね。その昔となんかまた立ち位置違ってきたなっていう感じは。そうもうインディーズっていう言葉は響きは昔と変わんなくても中身が変わってしまう、要するに形骸化っていうんだけど、そういう状態に完全にあると思ってて、インディーズって何かっていうと要するに全部のお金を自分たちで出して全部例えばじゃあどこお店に置いてもらいたかったらそこに持ってって置いてくださいって言ってお金の相談もしたりとか全部自分たちでやることが基本その DIY 的なものをインディーズって言うでしょ、だって今さ、ピザオブレスもそうなんだけどインディーズの会社があるわけじゃない、それを代わりにやってくれるってことは純粋な意味でのインディーズではないじゃない。いわゆる DIY とはちょっと違うと。
今の世の中でインディーズって何かっていうと、日本レコード協会に加盟してないところがインディーズなわけ、それ会社の規模が大きいか小さいかだけのさ、なんか言い方じゃない、で正直勝つなら世の中にバーンと売れるんだったらメジャーにやってもらえるインディーズの方がかっこいいよね。そういうそう少人数でやってますみたいな、こだわりの問題っていうか、ただもうインディーズにもいろんなものがあって、すごい実はメジャーが経営してるインディーズとかもあってありますよね。そうだってそうなってくるともう何が何だか分かんないよね。まあカフェインもこうディジーとかはリリースはもうコロンビアからやってるとかそういう状態があるんで、カフェインボム自体はインディーズなんですけど、流通はコロンビアがやるとか、そういうなんか形どんどん変わってきてるんで、ほんまピザが始まった時の感じとは多分また今違いますよね。そうだね。だからまあインディーズって言葉に憧れを持ってくれたりするのは嬉しいけれども、会社次第だし、いっぱい会社メジャーもインディーもあって、そのレーベル次第だし、なかなかそこはなんていうの、業界を知らない若いミュージシャンが自分の描いたようにやりたいっつってもなかなか本当に自分のやりたいルートを引き当てるのは難しい世の中になっちゃったよね。なるほどなるほど。これ質問があるから、俺もこれ聞きたいんですけど、でヘイスミがピザに入りたいと言ったらどうしますか？いや、来る？即決よ。即決よ。即決ですよ。ただモッピーから泣きの電話何万回入るかわかんないけど。いやもうヘイスミスがピザに移籍してくるってなったら、もうそれは47都道府県うちとツアーだよね。そう、高ヘッドライナーで。メリットある。メリットある。カフェインにないメリットある。考える。いやすごいな。そんな時あるんや。揺れてません。はい。揺れてません。何ですか。いやちょっとテクニカルな話すると、じゃああれすればいいじゃん。カフェインにマネージメントは置いておいて、リリースをピザガチのやつ。ガチのやつ。ガチガチのやつっすね。でもカフェインとピザのさあ、例えば CD のパッケージにピザのロゴとカフェインのロゴ入ってたら、それ強いよね。めちゃくちゃ強い。しかもそれはぶっちゃけ森さんめっちゃ喜ぶと思う。ちょっとうちの旨味を計算するから明日また連絡してね。でもさ、うちのピザの連中、例えばサタニックをやってるさ、磯ちゃんとかさ、あとうちのツアーマネをほとんどやってくれてる太くんとか、もうヘイスミすごい好きだから。嬉しいな。嬉しい。これは将来あるんちゃうか、ほんまに。なあ、もうなんか森さんコロナで借金だらけって言ってたから。ちょっとすいません。すいません。タイミングで。でも、俺たちあれですよ、昔ピザオデスに CD 持って行ったり、ライブに行ってケンさんに CD 渡したりしてたんですよ。そう言ってたよね。でもさ、多分さ、その頃はまださ、言い方すごい悪いけど100本のバンドだったと思うの。そこから光るものを見つけ出すっていうのはね、俺なかなかできなくてさ。で光り始めた頃にはもうよそのレーベルがさ出しちゃってんだよ。なるほど。そうなんだよね。だから俺たちなんかすごく絞ってやってるようで、ただね、その審美眼がないだけで。いや、なんかやっぱ、俺はピザは少数精鋭っていうイメージですね、やっぱりね。でも全然そんなんじゃなくてさ、最近は変わってきたけど、一時期は
社員全員がいいと思わないとやらないっていうこだわりはあったかな。なるほどなるほど。そうそれでね実はやる寸前まで行って俺がライブ見てこれ俺は違うと思うよでそういうのあるんですね。終わっちゃったバンドもあるし、そういうのもあるんや。そうでその後ね絶対売れるって言われてたのそのバンド、やっぱその後なくなっちゃったね。そうなんですね。だからそれもしかしたら横山の選球がねえって言ってんのに40代になり、日々のセルフプレジャーが唯一の楽しみです。セルフプレジャー意味わからんけどオナニーよオナニーそうでしょうね。40代以降のセルフプレジャーの楽しみ方を教えてください。個人的には中2日空けた方がプレジャーできます。ケンさんはいかがですか？40代だったらまだいけるよ中2日でしょ。中2日いいんじゃないあれ猪狩は俺のプレジャーの楽しみ方ですか？楽しみ方は、まあ最近は、めちゃくちゃ気持ち悪いなこれ言うの。いや全然言うよ、全然もうだって猪狩ピリオドの向こう知ってるわけじゃんそうですよね。ホテル行ったら、一人なのに、ベッドが2つあるっていう時、ツアー中にね、ツアー中にたまにあるじゃないですか。もうその時にやったーって感じで、もう寝ない方のベッドに寝転んで、もう自分で上から下までローションかけまくってそれで一人でやるっていうのがセルフプレジャーですかね。神秘的やないか。すごいな。ちゃんとそれ下にあれ引かないの？バスタオル引いてその上に寝転がって、自分にローションとシャーをかけてするっていうのがでなんかいろんなとこ触ってみたりして、そうですそうです、ぬるんぬるんなってで自分のチンコとかとかちょっとください。よく本当にそうなんですけど、よく恥ずかしくもなく言えますね。そういうその手のこと。そうね。俺もうねセルフプレジャー気持ちがあっても体が追いつかない年になってきてるから、そうもうセルフバイアグラじゃないけどインドってさやっぱその辺さ意外と薬らしいですね。そうたくさんやってて飲んだセルフプレジャーのために飲んだセルフプレジャーのために飲んだんですか？でやっぱねインドムンバイがねそういう製薬のメッカで俺はムンバイって呼んでんだけどムンバイ入れてそれでまあ15分ぐらい待つとやっぱり多分俺バイアグラ飲んだことないけどバイアグラみたいな効果が得られるわけ。そうなんや。まあそれはそれでまだ俺いけるやんみたいなやっぱあるわけ。そうなんだけどその後夜中やってさもう家族も寝静まって夜中やってライトがやたら明るく見えちゃってこれなかなかすごいものを体で入れてるぞと思ってそれ以来ちょっと怖くてムンバイね。ムンバイうちにまだ残ってんだ残ってんのかなるほど、ちょっと40代のセルフプレジャーはムンバイで皆さん頑張ってみてください、でもね体がついてこなくなった時のその男としての情けなさったらないよ。ないですよね、まだだって全然余裕でしょ。まだそうですね、まだ元気ね、なんか日中そこの辺歩いてて今日こいちゃおうかなと思ったらこけちゃうでしょ。そうです一番渋い顔してる、今日一番渋い顔全然ダメなの人間って本当こうなるんだっていう。なるほど。でももう我々もお酒飲んだらもうそうやね、アウトやんね。全然無理やもんね。なんかツアー中にホテルで待っていてもらってんのに、ただただ抱きしめて寝るみたいな。なんかめっちゃ素敵やんそんな
一番簡単なフレーズやのになよう聞いてるフレーズのはずやのにそうただ抱きしめて寝るってやばくない？そうでも今ちょっとなんかキュンときちゃったよ、やばいですよ。演者として好きなライブハウスはどこですか？パッと思いつくのが俺は名古屋のダイヤモンドホールはい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 。ここ最近やってないけど横浜ベイホールっていうのがあるんだけど、あそこもすごい好好きですか？き。なぜかあそこでよくやるのよ俺ら。やってますよね。あとなくなっちゃったけどコーストも好きだったね。最高でしたね。ライブハウスそれちょっと大きめのホールじゃない？ライブハウスで言ったらやべしゃっくりが出てきた。ムンバイがそうさっきからムンバイの話したあたりからちょっと様子おかしい。やっぱそのぐらいの1000人規模ぐらいが、やっぱ見え方としては好きかな。ああなるほどなるほど。どっかある？俺も今言ったのは、ダイヤとコーストすごい好きです。もう多分トップって言っていいぐらい好きで、大阪で言うとナンバーハッチも好きです。あ、そうね、すごくいいね。あとちょっと潰れちゃったんですけど、高松にあったダイムね。箱、映画館みたいな。そうですそうです。あそこの見てる側としての音の響きもすごい良かったし、やってる開放感ですかね、すごい天井高いですし、なんか見渡せてみんなの顔がしっかり見える感じとか好きでした。それ一個一個ライブハウスってやっぱこう内装にこだわりがあったり、音響にこだわりがあったりさ、一個一個違うじゃない？ちっちゃくてもやっぱね、そういうとこすごくこだわってるし、でも我々ステージ上がる側からしたらそういうことって問題じゃなくて目の前のお前らってことよね。なんやねんなんやねん。ごめんしゃっくり出てきちゃったから一回止まって休憩しましょう。バンドマン以外なら何になってた？ハイスタのライブの予定はありますか？全部嘘。なんなの？独占だよねこれ。えぐいです。いやいや